皆さんごきげんよう、上川カールです。今回取り上げる話題は、ウクライナの情勢関連のニュースを取り上げていきます。ウクライナのでの戦いといえば、基本的にはウクライナ領内で行われているものですが、一方で、侵略するロシア軍にしてみれば、ロシア本国は安全地帯かのようにロシア側は考えています。少なくともプーチン大統領の核の脅しはかなり欧米に対して有効で、欧米から供与される兵器をロシア本国の攻撃には使わないようにといった制約が課されています。しかし、侵略を受けた側にしてみれば、反撃として相手国に対する攻撃を行うことは、これは自衛権の行使にあたり、何の違法性もありません。これまでロシアがウクライナのインフラ攻撃を行ってきたのと同様にして、ウクライナもまたロシアのインフラに対する攻撃を開始したようです。今回はそうしたウクライナ、ロシア双方の動きとともに戦況の解説を行っていきましょう。それでは今日の主な話題をご紹介します。本日の主な話題は3つ。1、ウクライナ軍の反撃。ロシア領内のエネルギー関連施設を攻撃しています。2、ロシアの戦争継続への準備。命令不履行で兵士の財産没収へ。3、戦況解説。アウディウィーカの激戦がまだまだ続いています。まず最初にウクライナのロシア本国に対する反撃。今回ウクライナは国境から見た場合、最低でも900キロ以上の遠方にあるロシアの港で石油関連施設への攻撃を行いました。ロシア北西部の港を無人機攻撃。ガス大手生産設備で火災。ロシア北西部レニングラード州の知事は、サンクトペテルブルクのウスチル学校にある天然ガス大手ノバテク保有の燃料生産設備で火災が起きたと発表した。死傷者はいないとしている。ウクライナメディアは、ウクライナ保安局の無人機による特別作戦だったと報じた。ウクライナ空軍の報道官は、ロシアの防空は手薄になっている。ウクライナの前線とクリミア半島では充実しているが、領内は万全ではないと指摘。サンクトペテルブルクは、ウクライナ国境から約900キロ離れているが、18日も無人機で攻撃をしていた。また、ロシア国防省は20日深夜から21日未明にかけて、西部スモレンシク州とトゥーラ州にも無人機攻撃があり、防空システムで迎撃したと発表した。ロシアは石油や天然ガスなどが取れる国なので、この関連施設を攻撃することは、ロシアのエネルギー収入などに打撃を与えることができます。こちらの映像が、ウクライナの無人機を捉えたとされる映像です。攻撃は命中し炎上しています。火災そのものはある程度抑えることができたようですが、当然のように一度破壊された施設の復旧作業には相当の時間を要します。今回の攻撃で用いられたドローンがどの種類かはわかりません。現在ウクライナは様々な種類のドローンを製作しており、製作費用、そして性能、入手しやすさなど、様々な面で研究が進められており、決定版とも言えるようなドローンはまだ完成していません。もちろん今回のような長距離の飛行に耐えるドローンはまだまだ値段が高いでしょうし、大量に生産するのも難しいでしょう。しかし、このような攻撃成功をもとにして、さらなる改良が進められていくはずです。そしてウクライナ軍の報道官が指摘していたように、ロシア軍の防空網は基本的には戦場付近に集中しています。逆に言えばその後ろがガラ空きだということを考えれば、このような遠距離攻撃によってエネルギー関連施設、その他にも軍事施設などに対する攻撃を行えば、それだけロシア軍の守りがより後方へと気を配らざるを得ず、前線のロシア軍の防空網が少しでも戦力低下をさせることができれば、こうした遠距離攻撃は有効でしょう。次に、ロシア軍の戦争継続の意欲が非常に高いことが伺える法律改正の動き。ウクライナ駐留ロシア兵、命令不履行で財産没収開始へ。ロシア当局は命令不履行や脱走を理由にウクライナ戦争に派遣された兵士の財産の没収を開始する。このような刑罰は政府の指示を受けた刑法改正で実施される。この法案は間もなく連邦議会の下院に提出される予定だという。財産没収の理由は、ロシア連邦の安全に反する活動の種類が列挙されている。リストには、命令不履行や脱走のほか、不法国境越え、国家機密の漏洩、反逆罪、スパイ活動などが含まれる。また、望ましくない組織と協力し、ロシア当局者や軍人の刑事訴追、外国国家や国際機関との機密協力などにおいて、外国を支援することも反国家とみなされます。ここでいう望ましくない組織としては、例えば欧米の報道機関などに
ロシア国内の事情などを積極的に流すことなども、ロシア当局のさじ加減一つでスパイ行為とされ、逮捕される危険性があります。これに先立ち、ロシアの下院議長は、過激主義、ナチズムの復興、または軍の信用失墜を訴えた場合に財産の没収を認める悪党法の制定を求めた。憲法制定委員会の委員長は、財産の没収を認めるためには、刑法を改正する必要があると述べた。連邦下院議会は、春の国会で法律改正を承認する可能性がある。ロシア軍の兵士の命を投げ捨てるような人海戦術についてはこれまでも皆さんにご紹介してきました。しかし、兵士になろうとしている人たちは、あなたは人海戦術で命を落としますよなんていうことは事前告知されるわけがありません。戦場に行って初めて、ろくに支援もない中で歩兵突撃を迫られるといった場面になった時に、初めて自分が人海戦術のその駒の一つとして扱われることを知るわけです。しかし、これまでは特戦隊の配置などで突撃命令を実施させてきたわけですが、この場合であっても軍法会議にかけられても良いからと命令を拒否する人たちは必ず存在しました。そのような人たちを刑務所に入れるだけではなく、財産を丸ごと没収しようというのも、命令に逆らう兵士たちが出ることを予防する意味でもいいですし、それでもなお命令に従わないというのであれば、身ぐるみを剥いでしまおうとするのもロシアらしいやり方だとも言えます。何しろそうやって全財産を失った人たちが、もしも犯罪に手を染めるようなことがあれば刑務所に送られ、そこでまた囚人兵としての道が開かれるわけです。また、戦場についての話ばかりですが、全財産を没収するというのは何も戦場だけの出来事だけではなく、反逆罪なども含まれていることから、ロシア本国内における反戦運動などにも適用が拡大される危険性があります。長期的な戦いを行っていく上で必ず不満を持つ人たちが出てきます。これらの人たちを合法的に弾圧するための法律制定といったものは、プーチン政権としてはより綿密に整備を行っていく可能性が高いです。最後に主だった戦域での戦いについて見ていきましょう。東部戦線最も北側、クピャンスク戦域からその南、バフムト戦域まで、ロシア軍の人海戦術攻勢は続いています。一日一日の動きとしては、なかなか動きはしないのですが、1週間ぐらいの期間を見た場合においては、やはりロシア軍がじわりと前進を果たしています。アメリカからの軍事支援が途絶えている影響は確実にボディーブローのように、ウクライナ軍の戦力低下を招いていると言えるでしょう。そして、東部戦線最大の激戦地アウディーイカの戦い。こちらは以前からお伝えしているように、危険な状態が続いています。特にここ最近の動きとしては、町の南側の防御線をロシア軍が一部破ったといったこともあって、後退を強いられています。また、以前から圧迫を強めていた町の北側でのロシア軍の攻勢なのですが、北西方向にも攻撃を仕掛けており、ウクライナ軍に対する圧力を強めています。こうした防御一辺倒の戦いの中でも、孤軍奮闘が伝えられているのが歩兵戦闘車ブラッドレーです。アメリカから供与された歩兵戦闘車ブラッドレーは非常に優秀な兵器です。町の北側の防御において、ウクライナ軍の歩兵戦闘車ブラッドレーとロシア軍の戦車 T90M ブラッドレーの機関砲が届く範囲で直接対決しました。通常、歩兵戦闘車は戦車と1対1で戦う場合においては、このような近距離まで近づくことはありません。戦車からの砲撃は一撃で歩兵戦闘車を葬ってしまうからです。おそらくこの場合はどちらも相手の接近に気づかなかったのでしょう。そうやって始まった戦いですが、一方的にブラッドレーが機関砲の弾を当て続けています。なお、戦車の装甲は非常に厚いため、機関砲でいくら撃っても装甲本体を貫通するわけではありません。じゃあこの機関砲を当てまくっているのは一体何かといえば、装甲の周りにあるセンサー類や照準器、爆発反応装甲などを全て破壊し、戦車側の方から攻撃ができないようにしているわけです。そうやって攻撃を当て続けることで戦車の戦闘力を奪うのです。制御を失ったロシア軍戦車の砲塔はぐるぐると回り続け、そしてあらぬ方向へと走り、最後には木にぶつかって止まります。動きが止まったところにウクライナ軍の突撃ドローンが最後の一撃を見舞います。後にこの歩兵戦闘車ブラッドレーの乗員らはインタビューを受けたのですが、兵士たちはこの兵器の取り扱い方を訓練を受ける際には、戦車が見える範囲まで近づくことは決してするなとよく言い聞かされていたそうです。しかし今回このような対戦をしたのはあくまでも思わぬ遭遇戦であったことから、決して望んでこのような近距離戦を行ったわけではないようです。そしてロシア軍の
センサー類などを破壊しようという考えに至ったのは、実戦経験や訓練の指示ではなく、ゲームを通して戦車との戦い方を知っていたからだと話していました。ゲーム中においては、戦車の視界を奪ってしまうそうしたセンサー類などを全て破壊する行為というものにポイントがあったというのです。思わぬところでゲームの知識が戦場に生かされました。というわけで今回の動画はここまでです。ウクライナ軍のロシア本国領への攻撃は、ウクライナ自身が開発生産したものしか許されないというちょっと不条理な状態で戦いは進んでいます。しかし、そのような不利な条件の中でも、ウクライナがロシア本国領への攻撃を少しでも行えるようになったのは、方向性としては良いことです。特に、ロシアの経済、ロシアの戦争遂行の支えは、彼らが豊富なエネルギー資源などに恵まれているからで、これを換金できないようにすることは非常に大きな効果をもたらします。何しろ、ガスにしても石油にしても、生成して輸出品に仕上げるためには、どうしても大きな施設が必要で、そのような大きな施設は当然のように動き回ることができません。攻撃目標として常に同じ場所であるというのであれば、繰り返し攻撃することが可能だからです。今回の攻撃の影響ではありませんが、すでにロシア領内においては、ウクライナの破壊工作などによってガソリン価格の上昇や流通などにも問題が発生していると報じられていますから、今回のような施設そのものが炎上するような攻撃を繰り返すことによって、戦争の痛みというものをロシア国民も少しは感じ始めるかもしれません。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンでクリックとあなたの感想、コメント、また頭の整理に役立ったなと思う方はぜひともスーパーチャットのご利用などもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。